はい、こんにちは、MD ジャックです。皆さんこんにちは、愛です。今回はイヤーファンのニューモデル、エアープロ3です。イヤーファンのモデルってエアーとフリーのシリーズがあるんだよね。価格の記載がないものは販売終わっちゃったみたい。で、今回のエアープロ3はこのポジション。この動画の概要欄にクーポンコードつけてあるので、下記期間内でご利用いただけます。エアープロ3の特徴はこんな感じ。ミミーちゃん、ちょっとざっくり読んでみて。はいはーい。ハイレゾ、アプト X アダプティブ対応、ノイキャン 43dB、QCC3071 乗ってる、Bluetooth 5.3 サポート、LE オーディオに対応予定、ダイナミックドライバーは 11mm、CVC8.0 ノイズキャンセリングでクリアな通話、専用アプリ対応、マルチポイント接続、最大45時間連続再生、ワイヤレス急速充電、VGP で賞取った、8990円。はい、終わり。本当にざっくりね。いいよいいよ、その感じ。要は、最近のモデルは、このぐらいの機能満載ってこと。どうせなら LDAC に対応してほしかったけどね。LE オーディオに対応予定ってのがいいね。いずれみんな、LE オーディオ対応になっていくんだろうから。ノイキャンは、35dB 以上あれば結構効いてる感あるんで、問題ないかな。イヤピの密着度に気をつけて、効果を半減させないようにしないとね。レイテンシーは、ライブ映像で、ドラムのスティックアクションより音が遅れるので不自然だね。だから、音ゲーはやめといた方が良さそう。ドラマ見るぐらいなら全然問題なし。ちょっと気になったのは、ゲームモードの切り替えが本体でできなくなったみたいなの。マニュアルからその表記が消えてて、3タップしても切り替わらなかった。スマホ以外の接続するとき不便ねー。充電ケースのイヤピ収納はそんなに気にしなくても良さそうよ。セドナイヤーフィットライトは蓋がちゃんと閉まらなかったからアウト。その他、このチャンネルで普段測定してるイヤピは収まったわ。では音聞いてみましょうか。今回はイヤーファンエアー S との比較でエアー S を基準に調整しています。イヤピはセトナイヤーフィットマックスです。特徴については画面下の方に表示しますので、サウンドチェックしながら見てください。先に言っておくと、エアープロ3のチューニングについては辛口にならざるを得なかったです。それも踏まえて聞いてみてください。ではどうぞ。音量上がります。サウンドチェックいかがでしたか？エアー S の質感を超えてくるものと思っていたんですが、愛の耳にはそう聞こえませんでした。箱出し最初の主張で、あれれって思ったんだよ。なんか音が遠いし、はっきりしない。輪郭がぼやけて低域ばかり強調されてる。故障も疑って、まず、左右の特性とレベル差をチェックしてみたのがこれ。ブルーとピンクの左右の波形はほぼ重なってるので、特に問題なさそう。でも、ノイキャンオンとオフでの波形変化は結構あって、重ねてみたのがこれ。ノイキャンオフでも低域はある程度強めだけど、それでもオンの時よりは抑制されて、聞こえ方はノイキャンオフの時の方がいい。聞いてすぐわかるほどの違いがあったね。エアー S の時はノイキャンオンオフでの音質変化はご覧の通り感じなかったんで、今回もそうなんだろうと思ってたんでしょ？そうだね。エアー S も完全ではないけど、こうして比較すると、エアープロ3の低域と1から4キロ手前までの落ち込み方がどうしても気になる。なので、EQ 補正しようとするわけだけど、付属のアプリではご覧の通り1から4キロ付近を持ち上げようとしても、パラメーターがないのでできず、PC のプラグイン EQ を使った。PC の EQ はポイントが自在に変えられるから、比較するのは酷だけど、付属アプリの EQ はざっくりすぎて、本当に音を作る用途ではないよね。イヤーファン、フリー 2S の動画でも触れてましたよね。あれからアプリに改善は見られませんね。そうだね。あまり日が経っていないからということもあるかな。
機能満載でも本当に使える機能かどうかっていうこととは別なんだよね。結局 EQ 補正してピンクの波形にしたんでしょ。これで音質は気に入ったの？これならいい感じだよ。今回は PC のプラグイン EQ を使ったけど、スマホの EQ 専用アプリでもこれぐらいはできるので、最初にセッティングしちゃえば問題ないね。ただ、補正しなくても満足して聴ける LDEC 対応モデルが他社製に同価格帯であるんで、わざわざ AirPro 3を使って補正しようとは思わないってのが本音。音を作り込むのは楽しいですけど、できれば癖のないチューニングでお願いしたいですね。そうだね。じゃあ、問題に感じたのはノイキャンオンの時のチューニングだけってことかしら？ゲームモードの本体での切り替えができなくなったみたいなのがちょっと気になったけど、その他で不満な点は特になかったかな。優先モデルとは比較にならない部品点数ですし、実質7000円ぐらいでここまでのスペックを搭載したモデルには進化を感じます。ただ、イヤホンは音を聞くものなので、音質が気に入らなければ使いたいとは思わないはず。今回はもはや EQ 補正の域を超えて別物に作り変えてますから。もちろんこの音を気に入って使われるのでしたらいいんですけど、少なくとも個人的にはこの音を良い音とは思えなかったので、辛口レビューになりました。個体差によるもので本当はもっといい音なのかなとも思いましたが、レベルと特性に左右差がなかったのでそうでもなさそうですね。ということで、イヤーファン AirPro 3のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形と言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。